この写しという作品は2008年に、シャトーバロンという南フランスで作った作品ですけども、作るきっかけというのは、ヨーロッパに来始めた1980年代は野外の活動も結構あったんですね。そういった要望もありましたし。ですが、劇場用に作った作品を野外でやろうとするとなかなか難しい部分もあって、そこで過去にあった7つの作品から群舞の部分を抽出して、でこれが天勝も私も出演しない最初の作品ではないかなとは思います。で、私は舞台監督をやって、で当初この写しというのはその野外用に作った作品なので、かがり火だったり松明だったりといったそういったものを駆使して、構成してあったんですけれども、なんかそのうち屋内でこうやってくれないかというオファーが来るようになって、それでこう舞台美術というものをいくつか取り入れて、やれたらどうかということで今のこの屋内の形になったわけです。で、7つの作品から、抽出したんで、その作品の、衣装というものはそのまま使っています。舞台美術は、そのままというわけにはいかなかったんですけれども、衣装はそのまま使っていると。そういうことで結構身軽な作品になったわけですけれども、屋内で何度もやるようになってからいろんな照明もちゃんと使うようになっていって、結果最終的にはオリジナルの作品に匹敵するものになったように思います。三回軸が初めて日本を出て世界ツアーに出たのが1980年。その時にダンサーは5人、スタッフが4人と9人のメンバーでツアーをするという構成だったんですけれども、その天勝の強い意志で1年は頑張るぞと。何も決まってないことがいっぱいあるのに1年っていうふうにやって、結果13ヶ月間海外にいて日本に帰ってくるという長期ツアーになったわけです。その時に見に来てくれたお客さんの、評判が評判を呼んでという形で、空いていた時間って言いますかね、最初決まってたのが、パリのフォーラム・レアールであったりカレー・シルビア・モンホールであったりというところの1ヶ月間、その後ずっと間が空いてフェスティバルが2つほどあったわけですけれども、その間をこう埋めるようにスケジュール踊りの舞台が行くようになりました。それは一つには運が良かったっていうこともあるとは思うんですね。人との出会いということで。それと同時にそこでいろんな評価を勝ち取って三回軸というものがある程度知られていくという最初のきっかけが良かった。でその後先ほどもお話ししたように、9人でなおかつ全員男性だったんですけれども、これが身軽な状態だったように思います。ですから宿泊場所なんかもみんなで一軒の家借りて住んでいたりとか、大きな部屋アパート借りて住んだりとか、そんな風にして、過ごすことができました。その身軽さが最初非常に功を奏したなと思います。でその後ずっともうかれこれ40年ツアーを続けてきているわけです。その中で人数ダンサーがメンバーが変わったり、それから今ではダンサーが8人というふうにちょっと増えたりしています。これもその評価が良かったということもあるんですけれども、
もう一つ別の側面っていうのがやっぱりそのダンサーであったりスタッフであったりを支える家族とか、そういう身内ですね、そういう人の支えっていうのが忘れるわけにはいかない要因だと思います。そういった意味では一つにはラッキーなこと、もう一つにはそのいろいろ支えてくれる人たちがいたということ、それが40年続けてこれた要因だと思います。振り付け三回軸の振り付けというのは天勝仕様が非常にきちんと計算してダンサーの振り付けと同時に照明であったり音楽であったり舞台美術であったりというものを非常に分かりやすい言葉で言うと計算して作り上げられているというふうに思います。でこれはインプロビゼーションでいろいろやる人たちもいるんですし、私もインプロビゼーションで踊ることもあります。三回軸は非常にしっかり振り付けがあります。ただその振り付けって考えた時にその振り付けのあるその振り付けの中でどこまで自分がこう動けるか、自由に動けるか、要するに縛られるんではなく、振り付けの中、振り付けがコップだとすると、そのコップの中に入っている液体が、個々人である。例えばその液体が動くと、コップの中で自由に動くということ。それはコップが振り付けであって自由に動いている液体はインプロではないけれども縛り付けられているものではないということ。三回軸の踊りというのはそれが特徴だと思います。ワークショップを最近非常によく求められて、日本だけじゃなくもう世界中でワークショップをやっているような状態です。で我々のワークショップもそうですけれども個々人っていうか我々自身の稽古の時に、鏡を使わない。ですからワークショップで人を指導する時も鏡は使っちゃいけないというふうにまず言います。私が踊りを始めた49年前すでにそのルールはありました。でなぜ見てはいけないかという説明を受けたことは一度もありません。ですがいろんな人からなぜ鏡を見ないんだとか見てはいけないんだという質問はよく受けるようになって、いくつか理由があるんですがそのうちの一つとして鏡を見るという行為そのものがすでにその見る前の状態から変わってしまっている。だから鏡を見てもしょうがないんだというのが一つの答え。つまり鏡を見て自分のフォルムを確認しようとしている自分を見るわけです。鏡を見た段階で。それはもう例えば舞台で踊っている時っていうのはそういった状態っていうのはありえないわけなんで、もうそれは鏡を見るのは意味をなさないというか、あるいはちょっと弊害があるというところまで言ってもいいかなと思います。これが鏡を見ないという一つの理由です。これに関して例えば1980年代初めてヨーロッパに来た時の観客と話している内容と今のその2020年代になって観客と話している内容というのが年数としては非常に隔たりがあるわけですけれども、その内容も少し変わってきているかなと。例えばその1980年代フランスの人たちヨーロッパの人たちと話している時にそのヨーロッパの人たちは東洋というものを強く意識しているな、いわゆる東洋神秘主義みたいな、そんな感じのことを意識して話しかけてきていると感じることが多くありました。これが今はあんまりそういったことは感じなくなっています。で、劇場によってその劇場のお客さんっていうのが
いる。例えばオペラをよく見慣れた人が来るような劇場で公演すると、やっぱりそういったことを見る観客の動員が多いように思います。そうすると、例えばこう幕までシーンが変わるたびに拍手が来る国もあったりしますし、それからなんていうのかな、最初の頃スペインに行った時に感じたのが、ずっとシーンとしてるんだけれど終わった瞬間随分熱狂的にこう拍手であったり歓声であったりというのがあって、これもなんかそういう国民性なのかなと思うこともあります。日本でやっていると日本人的な感性というのもあるかなとは思います。ただやっぱり舞踏を見慣れた人と最近になって初めて見たっていう人ではこう反応が違いますから、その国の人っていうか民族とかそういったことよりも、その個々人の背景、育ってきた何をこう信じていたとか宗教だとかそういうことが関係して、その観客の反応の違いに出るような、そのように思います。